こちらの駅は千葉県のある駅の中で最も利用者数の少ない駅になります。果たしてこちらの駅はどこにあるのでしょうか。こんにちは、検証交通チャンネルです。ただいま千葉県の鉄道の駅で最も利用者数の多い駅に来ております。果たしてこちらの駅は何駅になるのでしょうか。千葉県の駅で最も利用者数の多い駅はこちら西船橋駅になります。西船橋駅は JR 各線に加えて東京メトロの東西線、そして東洋高速鉄道線が発着しております。そして今回なのですが、今回は千葉県の鉄道の駅で最も利用者数の少ない駅に行ってみたいと思います。題して千葉県の秘境駅を訪問ということで、早速移動していきたいと思います。駅名につきましてはゴールまでシークレットで行きますので、映像を見ながら予想してみてください。これから最も利用者数の少ない駅に移動していくのですが、途中千葉県で2番目に利用者数の少ない駅に寄り道をしていきたいと思います。なので最初に利用者数ワースト2に行きまして、その後にワースト1に行きたいと思います。こちらの西船橋の1日の平均利用者数は57万人ということになっています。2番目は柏駅で35万人、3位はお隣船橋駅34万人というデータになっております。まもなく1番線に各駅停車津軽の行きが参ります。この電車は10時8分発快速関西一宮行きが参ります。次は本千葉。まもなく5番線に外房線回り特急若潮5号阿波鴨川行きが参ります。危ないですが
はい、ただいま列車から降車いたしました。そしてこちらの駅が千葉県の駅で2番目に1日の平均利用者数が少ない駅になります。果たしてこちらは何駅になるのでしょうか。駅の周りの風景はこのような感じになっております。里山に囲まれた風景になっております。若干ながら民家も点在しております。そしてこちらの駅はいすみ鉄道線東房本駅になります。こちらが千葉県の駅の中で2番目に1日の平均利用者数が少ない駅になります。駅はこのような感じになっていまして、こじんまりとした感じになっております。駅の待合数もなかなかレトロ感があふれております。時刻表を見てみたいと思います。時刻表は、このような感じになっております。ちょっと割と変則的な感じですね。1時間に1本ありそうでないみたいな感じですね。さらに少し変わっているのが朝夕の時間帯、下りは18時台、そして、上りは朝の8時台、こちらに電車が来ないというかなり特殊な時刻表になっていると思いました。そして、終電なのですが、今乗ってきた下り方面は8時39分、逆に、先ほど言った大原の方に行くには7時52分の列車に乗らないといけないようです。少し駅から離れてみたいと思います。週刊バイク TV、 なんか関係あるのかな。周りの風景はこのような感じになっております。こちらは自転車置き場かな。自転車置いてありませんが、おそらく自転車置き場だと思います。駅前の道路まで出てみました。駅前には商業施設的なものは、ないようです。駅の目の前にバス停がありました。こちらは勝浦方面栗俣の滝養老渓谷駅という、行き先になっております。時刻表を見てみるとこのような感じになっています。一番本数が多いのは勝浦駅方面に行くバスのようです。ここから外房の勝浦駅に行けるようです。そして逆車線側にもバス停があるのですが、こちらは大滝車庫行き、先ほど来た大滝方面に行くバスのようです。なので、ここから、大滝に行くにはこちらのバスも利用することができる、ということになりますね。こちらの道路は調べたら国道465号線のようです。先ほど駅前には商業施設的なものはないと言ったのですが、1軒だけありました。ちょうど左手に見える床屋理容室かな。今日は営業は、お休みみたいですが、駅前に自販機があると思ったのですが、自販機もなかったので、コンビニに行こうと思いまして、ここから一番近いコンビニを調べてみました。そしたらこのような結果になりました。一番近いコンビニは 1.5 キロほど離れた徒歩で20分ほど、歩く場所にあるようです。こちらの踏切を越えてひたすら歩くとコンビニがあるようなのですが、所要時間40分かけて猛暑日を歩く元気はありませんでした。先ほど歩いた逆の方向です。こちらは建物らしきものはあまりないようです。里山風景が続いています。では再びこちらの駅から列車に乗って、本日の目的地千葉県で一番平均利用者数の少ない駅に向かいたいと思います。
駅前にいくつかベンチがあるのですが、こちらは満席になることはあるのかな。ちなみにこの東房本駅の1日の平均乗車人数は3人です。ホームの方に戻ってまいりました。先ほど待合室にちょっと気になるものがあったので、ちょっと確認してみたいと思います。小吉？なんで小吉なんだろう。あ、これ回せるのか。回すのか。駅の待合室におみくじがありました。そして、ホームに列車がやってきました。ここから利用者数が公表されている千葉県の最も平均利用者数の少ない駅に行ってみたいと思います。果たしてそちらは何駅になるのでしょうか。ここから移動していきたいと思います。では映像を見ながら予想してみてください。铁道线前往女线上东牛井方向。はい、ただいま列車から降車いたしました。先ほど出発した東房本駅からは所要時間は1時間ほどです。そしてこちらの駅が千葉県で最も1日の平均利用者数が少ない駅となっております。果たしてこちらは何駅になるのでしょうか。こちらの駅は小湊鉄道線板部駅になります。駅前の様子です。このような感じで駅前は草木に囲まれており、ローカル鉄道線の駅という雰囲気です。そして駅のホームにある待合室はこのような感じになっております。木造トタン建てのようです。こちらの板部駅の時刻表を見てみたいと思います。先ほどの上総中野駅と同じように、どうやらただいま朝と、
夜に運休が発生しているようです。ただいま終電はかなり繰り上がっており、こちらの駅の終電は上り方面が18時38分、下りは17時56分で、先ほどの乗り換えをした上総中野駅に行くには15時46分の列車に乗らないといけないようです。そして駅前の風景はこのような感じで、田園風景が続いており、商業施設的なものは、見当たらない感じです。少し付近を歩いてみたいと思います。さらにこちらの前方に黒い木で囲まれた、ものがあります。こちら、読んでみるとトイレのようです。説明文を読んでみるとアートのトイレのようです。こちらはアート作品でもありますので、敷地内の見学は自由です。開けたままご見学ください。ただし男性は個室内立ち入り禁止です。このような感じで草が結構生えてます。空間は広そうです。実際この広いトイレで用を足す方はいらっしゃるのでしょうか。ちょっと疑問ですね。手前にあった大体の方は手前にあった個室を使用すると予想されます。本日は暑いのでまた喉が渇いて飲むものを買いたかったのですが、駅には自販機はありませんでした。なので、ちょっとコンビニに行ってみようと思います。先ほどの東房本駅よりさらに遠い、コンビニがここから40分徒歩でかかるということみたいです。なので、コンビニは諦めて自販機を探したいと思います。もともと左手にある建物、こちらは商店っぽかったと思うんですが、今は、その面影はないです。そしてさらにその隣、こちらは現役の郵便局のようです。営業はしているようですが、自販機は前になかったのが残念です。さらに少し歩いてるんですが、自販機物らしきものおよびお店らしきものは全然見当たりません。この駅から歩いてきた道路は、県道でわりかし通行量があるのですが、ちょっと何もないので引き返します。駅付近まで戻ってきました。あちらに小さなカフェがあるみたいなのですが、営業終了5分前でした。はい、ということでこちらで飲み物を買うのは諦めまして、駅の方に戻りたいと思います。こちらの板部駅は千葉県内で統計データ的には1日の平均利用者数が最も少ない駅となっております。そして、驚きなのが今左側にあった女子トイレ、こちらが世界一の広さを誇るトイレのようです。こちらの利用者数の少ない駅に世界一のトイレがあるという驚きがありました。千葉県の1日の平均利用者数の2番目に少ない駅はいすみ鉄道線東房本駅、そして、一番利用者数の少ない駅は小湊鉄道板部駅ということでした。本日は千葉県の秘境駅訪問ということで動画をお届けしてきたのですが、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。